どうもこんにちは。今日はこの新コード版のローファーを作ります。前回釣り込みをやりました。これはね、新規比較の社長と従業員の方々にお見せしたいので、急ピッチで作ってます。で、この靴巻き系製法で作るので、前回接着までしたんですけど、その後、あらかたやすってあります。ここに今から押し縁っていうのをつけて中物を詰めてソールを貼ります。ベルトの代わりです。とはいって巻き系製法なので、ベルトは手縫いはしません。接着だけの飾りですね。ハンドソンウェルテッド製法の場合はこのベルトに出し縫いをかけるじゃないですか。だからこのベルトがしっかりアッパーにくっついている必要があるということでベルトを手縫いするんですが、巻き系製法の場合は中底と本底を直接縫い合わせるので、このベルトっていうのは特に役割はないんですよね。なくてもいいんですが、あった方が、作りやすいですし、見た目も綺麗に仕上がりやすいので、この押し縁っていうのを接着していきます。中底側に接着した部分をあらかたやすってありますね。エッジのあたりまでしっかりやすっておかないと、さっきの押し縁接着ができないので、端っこまでやすっていきます。ここに線を描いてある、これ今エッジですね。で、削りきれてないのでこの部分を削ります。端っこに糊を塗ります。この押し縁にも糊を塗ります。これはこう押し縁巻き系だったりセメントだったりにこう飾りで使うための押し縁としてこういう形で販売しています。この押し縁を貼り付けていきます。基本的にね、こういうベルトとか押し縁とかっていうのは内ウエストから貼りますね。のかかとの部分から貼ります。シングルウェルトだったらもうかかと周りウェルト縫わないので、かかと部分からウェルト縫い始めますよね。ダブルの場合もですね、かかとの部分で接続というか縫い始めて縫い終わるようにしますね。で、内側ですね、なるべく継ぎ目が見えないように。ちなみに今回のこの押し縁はダブルというか全周巻きます。このエッジに密着させるように位置を合わせて貼っていきます。一応マッキーは昔手縫いのマッキーを1回、機械縫いのマッキーを1回作ったことありますが、機械縫いのマッキーの1回やった時は押し縁つけないでやったので、これ今なんか知ってるかのように説明しながらやってますけど、やったことないんでね、実験です。はい、こんな感じで押し縁を貼りました。このエッジ部分に密着するように貼っているので、ハンドソーンみたいにみっちりね、ウェルトがくっついているように見えます。実際今これ、出幅これぐらいあるんですけど、これ仕上げの時にかなり削ってコバ幅は攻めていきます。でシャンクを貼ります。このシャンクは鉄のシャンクで、黒くなってるのはもともと鉄なんで、これ鉄が見えてますよね。
これにこの布のテープ巻いてますね。これは接着剤がつくようにです。鉄シャンクの上からレザーのシャンクを貼ります。次はこの前部分にコルク入れるんですけど、そのコルクの型を取ります。コルクが段差になっているところを包丁で切っていきます。これはアウトソールですね。イタリアベンズです。貼る前に揉みます。これで柔らかくして、ソールのこの曲面に追従するようにと、あとはまあ履いた時の柔らかさですよね。
それではアウトソールを貼ります。ソールの余った部分をカットします。これはね、カッターで一筆書きでいきます。そしたらこの切り回した状態、この後縫い出すんですけど、その前にちょっとこのコバをフィニッシャーで整えます。こんな感じでコバ削りました。仕上げじゃないんですけど、縫うためにね、しっかりそれなりに決めておく必要があるので、結構攻めましたね。コバの出幅としては2ミリか3ミリ弱ぐらいですね。出し縫いがない分、これもう全部削っちゃってもいいんですけど、最終的にあと気持ち減るぐらいですね。上から見てコバが若干見えるぐらいですね。最後にこれハーフラバー貼るので、このハーフラバーを貼る線ですね。この部分に包丁入れて溝を切っておきます。ハーフラバーの厚みが収まるような溝ですね。これ先やっとかないと後でやろうと思うとマッキーの糸切っちゃうんで、ハーフラバーをつける場合は先に溝を掘っておきます。ハーフラバー貼る部分とかかとを貼る部分を削りました。でこの後木型を抜いて底の屋さんにお願いしてマッキャイで縫ってもらいます。マッキャイというのは木型を抜かないと縫えないんですけど、中底と本底を打ち抜いて直接縫い合わせる方法ですね。次の動画は完成になると思うんですけど、またねどんな風になったかお見せしたいと思います。それでは。